皆さんこんにちは、角川のりこうです。本日のテーマはお盆のお花をきれいに飾るたった一つのポイントということで、早速やっていきましょう。はい、ということでお盆休み間近ということで、前回に引き続き今回もですね、仏様のお花を生けていこうかなと思うんですけども、前回のこちらの動画ではスーパーのお花と100均の器を使って、お盆に関係なく年中生けられるようなそんなちょっとしたお花をご紹介したんですけど、今日はお盆といえばの花材、ほおずきですね。こちらを使っていろんな種類のお花を取り合わせた華やかなそんな仏様のお花を一作生けていこうかなと。で、ほおずきを使った時の綺麗にまとめるたった一つのポイントもご紹介しますので、ぜひぜひ参考にしていただければなと。で、今日のお花がですね、こちらのほおずき以外はユニクロフラワーで調達してきたもので、全部で2000円ぐらいかな。この種類と量感で結構お得に買えたんじゃないかなと。で、今日のメインとなるこちらのほおずきがスーパーで売られていたもので、だいたい1本650円。まあいい値段しますね。ただお盆のお花には外せないかなと。後ほどこのほおずきが生けられる理由なんかもご紹介しますね。前回アップしたこちらの動画では、仏花として使ってはいけないお花、逆におすすめのお花、そんなところもめちゃくちゃ詳しくご紹介しているので、まだ見てないよという方はぜひぜひご視聴ください。で、今日使う器がですね、こちらシンプルな水盤でもいいかなと思ったんですけど、教室にですね、こんなカゴが置いてありまして、これ使うとまた普通のシンプルな水盤より趣とか味わいが出るんじゃないかなと思って、今日はこれを使っていけていこうかなと。で、こういったカゴを使うときは中に水が入らないので、落としという器が本来はあるんですけど、このカゴにはなかったので、今日はこちらも教室にあったガラスの器、これちょうどここにぴったしフィットするので、これを入れて、で、剣山を置いてそこに刺していけていこうかなと。こちらのカゴの器と色とりどりのお花たちを使って華やかなんですけどちょっと落ち着いた風情のそんなお盆のお花を今日は生けていきたいと思います。よっしゃ、そしたら今日もサクッと生けていきましょうか。ということで早速今日ご紹介するお盆のお花をきれいに飾るたった一つのポイント、ほおずきをスラッと高く主役に生けて、他の花材はこの主役を立てるように少し低めに抑えて生けていく。いつもご紹介する主材副材を明確にするというところですね。そうすると本当に初心者の方でも一気にプロっぽいお花が生けられるので、今日もちょっとご覧いただければなと思うんですけども、まずこちらのほおずきをしっかりと剣山の奥まで刺していく。で、この刺さりが甘いと他の花材を生けてる時に手が当たって最初に生けたこのほおずきが倒れてきちゃうので、まずはしっかりと奥まで刺すというのもポイントですね。で、この後バランスを見ながら調整していければと思うんですけど、縦にほとんどまっすぐ立ててもいいでしょうし、ちょっと味わい風情を出す場合は少しだけ傾けてあげると出来上がったお花に趣が出るんですね。このほおずきを主役にキリッと引き立てたいという場合は、ほとんど垂直にバシッと決めるとものすごく力強い線になりまして、趣とか自然の味わいを出す場合は傾ける。今日のお花だとどちらでもいいんですけど、とりあえず斜めで生けていきましょうか。で、この辺りには他のお花が入るので、多分下についてるこの実というのはお花で隠れちゃうというところで、そういうのは事前に取っておく。で、これもですね、後でちょっと面白いテクニックがあるのでこっちに取っておきます。そしたら続いて今日はですね、準主役になりそうな子がこちらのひまわり買ってきたので、これを2輪生けていく。今日は季節感を感じれるようにひまわりを取り合わせたんですけど、他にはユリとか中輪菊なんかもポイントとしてアクセントになるのでいいんじゃないかなと。あとスーパーのセットにはですね、ちょっと時期的には早いんですけどリンドウとかケイトウも置いてあったので、夏と秋の狭間っていうところでそういった季節感を感じるお花もありですね。このあたり前回アップした動画でもお話ししてるので。で、今日のひまわりがこちら、純粋に真っ黄色のものじゃなく、花びら一枚一枚がちょっと赤みがかっててすごく綺麗ですね。このひまわり私好きだな。これも今年こちらの動画でご紹介してるんですけど、ひまわりというのは面が強い植物なので、この表情で生けてしまうと正面ベタっと見えてしまってあまり風情を感じないんですね。ですのでちょっと傾けることで花首が見えてきたりするので、そんなところを狙ってまずは一輪、こんな感じかな。最初にご紹介したように一番大きなポイントとしては主役と脇役を分けるというところなんですけど、他にもやはり綺麗に飾るポイントというのはたくさんありまして、もうこの時点で今私の中では2つ意識しているポイントがあるんですけど、
なるべく足元は一点に引き締めてあげるっていうのもポイントですね。これが例えばここではなくこっち側に少しずれていたら、この空間というのがすごくばらけた印象になってしまうんですね。でそれをなるべく一点からふっと広がるようなイメージで生けてあげると、足元がキュッと引き締まった中からお互いゆったりとした空間が生まれるので、この足元を意識するっていうのはとっても大切なポイントですね。でさらにこれもこのチャンネルではしょっちゅうご紹介してるんですけど、花というのは高さに変化をつけてあげるとリズムが生まれるので、綺麗に飾ることができるんじゃないかな。そしたら続いてこちら、紫の小菊を生けていく。これも花持ちがよくいろんな色があるので、仏花にはおすすめの花になります。でこちらも2本あるので、1本目は少し高めに生けていきましょうか。そしたらなるべく最初に生けたお花の顔を潰したりとか、あと高さが一緒になったりとかしないように、1本目は少し伸びやかに。で空いてる空間、この辺りちょっと引き締めるように、こんな感じで生けていきましょうか。準主役のひまわりが入ったら、脇役の小花系をちょっとパラパラっと飛ばしていく。とりあえず1本目で、続いて2本目。これも高さに変化をつけるというところで、1本目高い位置に入ったので少し低めに押さえていこうかなと思うんですけど、今寂しい場所ってこの辺りですね。ここをちょっと引き締めるように短めにふわふわっと混ぜ込んでいく。で2本目の小菊がかなり花がボテボテっとついているので、 2,3 本落としてちょっと軽くしていきましょうか。これも落としちゃおうかな。そうするとこんな感じですっきりとしてくるので、これはこれで足せますし、今落としたこちらも後からふわっと混ぜ込むことができるので、そうやってこちらの2本目の小菊を生けていく。まず1本目がこの辺りですね。なるべく足元を一点にっていうのを意識して生けていく。全体的に混ぜ込むとしたら、高い位置低い位置に入ってるので、この中間にもちょっと欲しいですね。なので今高い位置に入ってる1本、これ使えそうだな。これを落としてしまって、で比較的月枝ですけど結構長いので、これをこの辺りの真ん中の層にも入れてあげる。こうすると紫が全体的にパラパラっと混ざり合ってきて綺麗ですよね。いいんじゃないですか。そしたら続いてこちら、ドラセナ・サンデリアーナを生けていく。今の段階で皆さんこちらのお花見ていかがでしょうか。私の中で2点こうすればいいかなというポイントがあって、そこが最近始めた才能査定の動画でいう今日のお花ですと凡人か才能ありの境目になるポイントになってくるのかなと思うんですけど、まず1つ目がちょっと緑を足してあげると花の色とか存在感がより際立ってくるかなと。で2つ目が全体的に今ちょっと窮屈な感じに入ってるんですね。左右のこのレンジで言うと、ここから特にこっちですね、ここがもうバツンと終わってしまってるのでちょっと窮屈に見えていると。これをじゃあどうすればいいかっていうところで、こちらの葉物が大活躍するんですけど、まず1本目はねじ目ですね。このチャンネルではおなじみの足元を引き締めていく。ちょっと短めに、そして手前にスッと入れる。そんなところで1本目をスッと口元に、こんな感じかな。これでいかがでしょうか。一気にグリーンが入ったことで爽やかに映るんじゃないかなと。ただこのままですとドラセナが今1箇所に唐突にポーンとあるような印象になってしまっているので、残り2本あるんですけど、ちょっと様子見ながら切っていこうかな。低いものもあれば高さに変化をつけて少し高めにもいけていく。これはここまでいけたひまわりとか小菊とかと全部同じ考えですね。葉っぱでも同様に高さに変化をつけると。でこの時先ほどのポイントの2つ目、左右がちょっと窮屈に見えていたので、なるべく葉っぱが少しふっと広がるような、そんな感じで入れてあげるとものすごく柔らかい雰囲気になってくれるんです。今入れたこの葉っぱの有無で全然雰囲気違いますよね。ここまで来ると才能ありですね。自分で言うのも恥ずかしいんですけど、あまり才能査定の動画視聴回数の伸びが良くないんですけど、結構見た人からは評判なのと、本当にこうやっていろんなお花をきれいに飾るポイントとかテクニック、あるいはプロがどういった視点でお花を見てるのかっていうのを知るのは、きれいにお花を飾る上ですごく大切な視点になってくると思うので、ぜひエンタメ感覚でちょっと楽しんでいただければ嬉しいんですけど、この辺りにも葉っぱ足しましょうか。今日のドラセナがすごくふわっと開きがあって綺麗なので、低いの、中間の、高いのっていう感じで、先ほどキュッと窮屈だったのを少しおおらかに広がるようなイメージで使ってみました。
ということで、もうこれで完成でもいいんですけど、最後にこちら青いデルフィニウムを買ってきたんですね。でこのお花はすごく軽やかなので、大きいお花がここに入るとものすごくボテッと重たい印象になっちゃうんですけど、この子であればパラパラっと混ぜ込めば色味の面白さというか、より華やかになりますし、あと黄色いひまわりが入ってるので、よりこのお花が鮮やかに映るんじゃないかなと思って選んでみたんですけど、この小花を全体的にパラパラっと混ぜ込んでいくと、このチャンネルで常にお話しするように、生け花っていうのは正解があるわけじゃないので、シンプルなお花が好きな場合は先ほどのもので完成でいいと思いますし、華やかなお花が好きな方はこうやって小花とかを混ぜ込むとどんどん綺麗にお花がまとまっていくんでね。ただこれも一箇所に青がベタっと固まるのではなく、高さに変化をつけながら全体的にふわっと混ざり込むようにいけると綺麗に飾れるかと思います。で、ほおずきがなぜお盆に飾られるかという話まだしてなかったですね。お盆というのは先祖をお迎えするようなそんな行事になるんですけど、このほおずきというのがですね、形や色が明かりの灯った提灯に似ていることから、ご先祖様がお家に帰ってくる時に迷わないように、そしてこの身の中身が空洞であることから、そのご先祖様の霊魂がそこに宿るようにという思いが込められて、このほおずきが生けられるんですって。お正月に生ける松のようによりしろみたいなイメージがあるんでしょうね。で最後にこちら、先ほど落としたほおずきの実になるんですけど、ちょっとした小技というところで、今お話したように中身が空洞になっていまして、開けてみるとですね、あらかわいい、こんなプチトマトみたいな実が入ってるんですけど、これをうまいことちょっと4等分ぐらいにしてあげて、3等分でもいいな。今ちょっとたまたま綺麗に3等分できたので、こんな感じで繊維に沿って縦にスーッと裂けるので、裂いてあげるとちょっとしたお花のような形になるんですね。なので閉じた状態でもいいんですけど、ちょっと遊び心としてこんなものを、もしね先ほどのように落としちゃったら、下の部分にこうやってポンと置いて添えてあげると、またちょっとした味わいになるので、よければ参考にしてみてください。ということで、これでほおずきを主役にしたちょっとしたお盆のお花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画が面白かった、ためになったという方は、チャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。